皆さんこんにちは。こんにちは。マロンチャンネルです。私たちは夫婦プラスワンで車中泊旅を楽しんでます。今回は近くの道の駅に車中泊してきます。行きたいカフェがあって、そこは大変混んでるので、開店前から並びたくて道の駅に全泊します。今回の荷物はこんな感じです。はい、車の中はこんな感じです。今日はちょっとシートが立ってます。道の駅奥久慈大悟に到着しました。はい、ただいま6時半です。ここはお風呂がついているのでいただいていきたいと思います。はい、お風呂はここの2階ですね。夜8時まで大人500円。今日はなぜかシートが上がってるので、シートをフラットにして食事にしたいと思います。はい、なので荷物をまず移動します。はいよかったね、広くなって。またこすりつけて居場所。はい、あ、止まった。ちょっとロン君はマロンお散歩行きたいんで、きっと。じゃあお散歩行こうね。ね、あれ、マロン散歩行きたい人。はい、完成です。マロンの散歩をします。結構車は止まってます。いつの間にかいっぱいになっちゃったね。駐車場は全体に左の方に傾いてるので、気になる方は気をつけた方がいいかもしれません。ただいま19時35分なんですが、気温は11度ですね。結構涼しいです。いけ。お、ちょっお散歩から帰ったら足を振って上がります。はい、どうぞ。はい、じゃあマロンのご飯見ましょうか。ご飯どうぞ。いつものパスタリとチュールを持ってきました。よし。今日は車内でもんじゃ焼きをします。もやしをみじん切りします。キャベツもみじん切りです。小麦粉です。30グラムぐらい、350。ベビースターラーメン、チーズ、はい、明太子、はい、ちょっと本だし入れます。塩コショウも入れます。あ、マロンちょっと待って。クシュンってなっちゃうよ。ウスターソースも入れます。天かす入れます。油も入れます。今換気扇つけました。少しふつふつしてきた。ソースの匂いがするね。美味しそうね。はい、じゃあ土手を作ります。残りのつゆを入れます。はい、出来上がりました。いい感じ。今日は珍しいライムショット、ライム味です。じゃあ乾杯。はい、お疲れさん。ほら、ほら。いいね。いいね。さ、鉄板だったらこう押し付けて、焼きするんだけど。いい感じ。これ。焦げてるとこが美味しいんですよ。本だし、ウスターソース、
私十分この狭い車内でもできるんだとか、今日下の朝の匂いは分かります。もしかしたらすごい匂いになったかもしれない。ただこれから暑くなる季節にはもうこうやって火を使うのは厳しくなってくるよね。暑さといえば。暑さといえば今年の夏また猛暑が予想されてます。我が家のこのミニキャンパー最大の欠点はその暑さ対策。ご覧のようにこの小さなキャンピングカーの中には家庭用のエアコンをつけるスペースはもちろんありません。そしてスポットクーラーを乗せるスペースもありません。今までは扇風機でなんとか乗り切ってきたんだけれども、今年はなんとエアコン、これはもうパーソナルエアコンと呼んでいいんじゃないでしょうか。じゃあ改めて紹介します。こちらはランボー社さんのスマートネッククーラーです。こちらの特徴は家庭用のクーラーと同じ最低16度まで設定できるそうです。16度って言ったら涼しいよね。涼しいね。いや、本当にって思っちゃうんだけど、かなり冷たい風が出てくるっていう感じかな。そうだよね。こんな小さいのに。で送風口が7箇所、上に4箇所、これはもう首の上の方を冷やす感じ。それから後ろのここに3箇所ある。首の後ろを冷やす感じかな。どれ。こうなるから。こうとここからこう上がってくるのと後ろからここね、ここの後ろからこう出てくる感じ。だから本当にこう包み込むように、この辺が涼しくなる、涼しくなるって感じかな。まあほら首よくさ、保冷剤とかで冷たくするけど、やっぱ首が涼しくなれば、動脈がねここの辺に通ってるから体中が少し涼しくなるのでしょうか。さらに、これのもう一つの機能、冷感30パッドっていうのがついてる。ここね、この内側に2箇所、ここね、これが冷たくなる、今でもなんかこうひんやりした感じなんだけど確かに電源入れるともっとひんやりすると思う。だからこれで本当に首を直接冷やしてくれる。これはサイズ調整ができるそうです。首周りがここね、この首周りが30センチから44センチの間で調節ができる。今狭くしたのかな。で広げると、戻らないでこれで止まってくれるんだよね。こう広げた状態でもある程度弾力が残ってる感じ、硬くはならないんでね。こっからね、狭くしても弾力が残ってるから首がギュッて締められることはない。うまくフィットしてくれる感じかな。そんなにギューギューっていうあれでは全然ないね。ここまでぴったりしてる。であとはゆっくりしてるな感じ。これ電源はバッテリーが内蔵されています。7000mAh、最大で12時間連続使用が可能です。さらに充電しながら使うこともできる。そしてこれは冷房だけでなく、暖房も使える。首の周りを温めてくれるんです。これは最大温度が50度まで設定可能。ただし体温を感知して低温やけどがしないように自動でそこは調節してくれるそうです。ここにねセンサーがあってここで見てくれるみたいです。じゃあ電源を入れてみますね。電源はここを長押しです。で今ここがブルーに光りました。ここの色でモードを教えてくれるんですけれども、ブルーは冷却モード、さらに長押しするとグリーン、これは AI モード、自動で調節してくれる。それからもう一つ長押しするとこれが暖房モードというふうにここでモードを切り替えることができます。でこちらはスマートフォンにアプリをダウンロードするとスマートフォンから操作ができるようです。スマホの操作の方で7つのインテリジェントモードというのが選べるんだそうです。ここでこうするとここに7つ出てくるんですけれども、インテリジェント、なんだろうちょっとよくわかんないんだけど、それはですね資料をいただいてるのでちょっと読みますまずその一つが静音モード、一定の冷房暖房効果を維持しながら低騒音で運転します。体温とかを測ってくれてちゃんとその冷えてる状態を維持しながら、なおかつその中で一番騒音が少ないもの
を選んでくれる。それからオンシップモード、これはカーブ状に変動しながら42度前後の温度を維持して首の疲れを緩和する。どれじゃあやってみようかな。オンシップモードね。オンシップモード、オンシップモード。じゃあちょっとしばらくママはオンシップモードで見ます。あったかい。あったかくなった？あったかい。気持ちがいい。次に冷却優先モード。これはクールダウンを優先してより良い冷却性能を発揮するってことなんだけど、暑い外から帰ってきた時に、とにかく冷やしたい、そんな時にこれを押すといいのかな。かもね。次がバッテリー優先モード。これはユーザーが設定した目標温度に基づいてあるアルゴリズムで温度を自動調整して運行時間をできるだけ長く維持するように変化させてくれる。温度が上がったり下がったりするのをうまくバッテリーを消費しないような形に持ってってくれるんだよね。で次が座りすぎ緩和。座りすぎ、座りっぱなし状態、デフォルトでは1時間なんだそうですけども、この状態にあることを検知して立ち上がって動くように促し、また暑くない環境では自動的にオンシップモードをオンにして頸椎の疲労を緩和します。要するにデスクワークなんかしてる人が、パソコンでもね、ずっとこうやって歩ってない様子を感知して、でなんか教えてくれるんだよ。どうやってなんか振動、ちょっと歩きなさいよみたいな。そして暑くない環境だったらば、要するに首とかこの辺凝ってくるからここが熱くなってそれ自動でやってくる。本当ですかってちょっとやって試してみるのが楽しみなんですけど。ストレス緩和モード。これ運動していない状態でのユーザーのさっきと同じだよね。で心拍数と体温の変化をモニタリングすることで、不安だとか緊張、興奮、発熱、そういったものの異常サインを判断して、自動的に冷却機能をオンにして快適な体温を維持します。科学的なデータでは23度が人間が最も落ち着きやすい快適な温度であることが分かってますね。逆にこれは冷やしてくれる。興奮したり、そういう時熱くなってる時は冷ましてくれる。イライラしてカーッとなった時にもしかしたらこれはビューって涼しい風が出て、風にこうやって落ち着けって本当にすごくない？そのもうロボットじゃん。とか温めてくれるとかさすごくいいよねこれね。で次に運動時冷却モード。これは屋外で運動していることを検知した際に周囲温度が高い場合、冷却モードを積極的に作動させる。屋外だからね。屋内じゃなくて屋外で運動していること、それも検知してくれるんだね。すごい、周囲温度が高い時、要するに外だからね、周りの温度が高いと、その時に冷却モードが積極的に、別に自分でこう設定しなくても、きっとこれを押しとけばやってくれるってことでしょ。風の強さとかそういうの自動で強くなったりするんだね。強くなって冷やしてくれるんだろうね。さっきねほらオンシップモードになっているんだけども、すごく気持ちあったかくて肩こりがあるので、こういつもやってれば結構良くなるかもしれない。実際これなんかこんな重いの背負ってたら肩こるんじゃないかなと思ったんですが、やっぱりその辺は考えられてるから、なんか全然そういう意味での重たいな苦しいなっていうそれはないですね。ちょうどね、測り持ってきてるんですよ。だからねこれちょっと測ってみようか。エラーかかってない？ 551g です。1キロないんだ。砂糖半分。砂糖半分。さらにこれにはスピーカーとマイクがついてるらしくって、音楽を聴くこともできるみたいです。で音楽はスマホの音楽がこの辺のスピーカーから聞こえてきます。であとスマホにかかってきた電話がここに
呼び出し音が鳴るみたいなんで、ちょっと読んでもらっていいですか。これね、呼び出し音になってます。あ、出ちゃった。はい。でこれでスマホに入れることができます。じゃああとは明日カフェに行くんで、外のテラスでちょっと試してみたいと思います。はい、じゃあいつもの車中泊に戻ります。はい。なんで違う。今日はパパが歯磨きガムを忘れたんです。だからたまたま持ってきた歯磨きガムみたいなおやつでちょっとごまかします。もう我慢できません。終わった？ OK。美味しかった？美味しかったね。パパとママも歯磨きします。します。じゃあ荷物の移動をします。3人で着替えます。はい。せーの。嫌なんだよな。嫌なんだよな。どうすんだっけ。後ろから。後ろから。ちょっと見えないんだけど。あら、お利口さん。お利口だな。お利口だね。パジャマ着るの好きなんだよね。確かに。自分で握りたい今。お首。はい。ちゃんと自分で。そう。足。はい、切れました。はい、着替え終わりました。はい、お布団も敷き終わりました。はい、じゃあこの後トイレを済ませて寝ます。ただいま12時54分です。外の気温はさっきまでポケットに入れてたので測れてませんが、道の駅の温度計は6度でした。車内は 17.9 度です。おはようございます。ただいま6時1分です。外の気温が 3.3 度、車内は 11.1 度です。はい、じゃあ今から3人で着替えます。せーの。はい、着替えが終わりました。片付けも終わりました。これから軽く食事をとって出かけたいと思います。はい、じゃあマロンにご飯をあげます。カリカリです。はい、座れ。よし。じゃあいただきます。はい、いただきます。ママはこれ？パスタは4種類の中から選べます。はい、ママは C。チキンと和風柚子胡椒。パパはこれです。入ることができました。よかった。これが目的で来た旅行だったので、テラス席は5席あるのですが、ワンちゃん連れは前側の3テーブルですね。で、ここは予約も可なんですけれども、ワンちゃん連れテラス席は予約ができないということで、来た順になってます。なので3席しかありませんから、お早めにワンちゃん連れの方はね、早めにやっぱりちょっと早めに来て並んだ方がいいですね。開店は11時なんですが、10時半からお名前を書く紙が入り口に出されるので、そこでの記念になります。はい、セットのスープが来ました。はい、じゃあいただきます。このスプーンちょっとおしゃれな。可愛いね。ごぼうの味入ってない。
うん。すごい無理だ。あ、すごい。わ2杯分だ。はい。こちら手間をちょっと大丈夫ですか？あ、大丈夫です。生チョコもついてますね。ありがとうございます。お待たせしました。アボカドバーガーです。お。よいしょ。はい。そう、ここのパスタってさ、うん。この平べったいじゃん。マロンを連れてると大体テラス席が多いんですけど、こういう時でも涼しい。こう温度の調節が細かくできるのがいいよね。そうだね。ほらこの辺に風が来るうん。やっぱり首冷やすと涼しく感じる。感じるのかな。一番ね。結構風が出てきて耳元で風の音がするんだけど、そこまで邪魔じゃない。会話の邪魔にはならない。ならないね。こんな重さは感じないかな。こうやってるのはね、うん。本当に真夏の暑い時うん。に実際使ってみて、また動画でお届けできればと思いますね。はい、こちらはキャンプができるということなので、車中泊ができるかどうか今尋ねてみました。そしたらば、キャンプをするということで寝るのが車の中というふうに考えて大丈夫ですよ、ということでした。はい、おしゃれカフェでネッククーラーを使ってみました。はい、今年の夏はこのネッククーラーで暑さを乗り切りたいと思います。ちょっと楽しみだね、これ使うのもね。はい、また真夏の暑い時に検証してみたいと思います。また見てくださいね。これどう見てもヘッドホンだよね。